こんにちは。7月8日日曜日です。7月の4日はアメリカで July 4th って言って独立記念日なんですね。でこの辺りは結構日が長いので夜9時ぐらいまで明るいんです。で暗くなってくるのがだいたい10時頃なので、10時ぐらいになるとみんなが花火を上げ始めて、でだいたい12時ぐらいまでみんな誰かが花火を上げてるっていう感じですね。で1時間ぐらいはね外に行って見に行ったりするんですけれど、人んちの花火をね見に行ったりするんですけれど、で今ちょうどね夜の8時なんですけれど、すでにねフライングでもう花火を上げ始めてる人たちがいるので、もしかするとそのドカーンとかバーンとかいう音が入っちゃうかもしれないんですが、ちょっとご了承くださいということで、早速本題に入っていきたいと思います。今日は帰宅用バッグの準備、災害時に安全に帰宅するために必要なもの27個という内容でご紹介していきたいと思います。災害時の帰宅用バッグは基本的には緊急避難バッグと似ていますが、その目的は正反対です。緊急避難用バッグでは災害時に、自宅から離れて避難することを想定していますが、帰宅用バッグは危機的状況や災害時に安全に帰宅するために必要な物資を入れるというのが目的になります。東日本大震災が発生した時、関東地方では、後にね帰宅難民とか帰宅困難者と呼ばれた人たちがたくさんいたことを覚えている方も多いと思います。つまりですね、今の時代帰宅用バッグというのは非常に必要性の高いものだということができます。ではここから4つのテーマに分けてご紹介していきます。1つ目、帰宅用バッグを家族全員が持つべき理由。2つ目、帰宅用バッグを作るときに考慮すべき点。3つ目、帰宅用バッグに入れておくと良いもの27個。そして4つ目がまとめになります。では1つ目、帰宅用バッグを家族全員が持つべき理由ということで、基本的にですね専業主婦でない限り、専業主婦の方でもですね買い物などありますので、朝起きてから自宅にずっと留まっている人っていうのは少ないと思います。で会社に勤めていたり、あとは幼稚園から大学生までね、年齢に関係なくほとんどの人は日中自宅にいないことが多いです。そのため自宅にいて被災する可能性よりも外出先で被災する可能性が極めて高いということになります。つまり帰宅用バッグをそれぞれが準備しておく必要があるということになります。次2つ目、帰宅用バッグを作るときに考慮すべき点ということで、災害時に帰宅しようとした場合、どのような脅威にさらされる可能性があるでしょうか。会社から自宅まで何キロぐらいあるか分かる方いらっしゃいますか？もちろん直線距離ではなくて徒歩で移動した場合の距離です。でその道のりをですね歩いて帰るだけの体力があなたにはありますかということで、もしかしたら川が氾濫しているかもしれないし、途中で工場地帯があるような場合はそこがね火災を起こしているかもしれないですし、高層ビルが倒壊している可能性もあります。外出先から自宅までの道のりに危険になりそうな建物などを確認しておいて、それを回避する道を見つけておくなど、先にね対処方法を考えておく必要があります。では3つ目、帰宅用バッグに入れておくべきもの26個ということで、1つ目、体力ってちょっとね物じゃないんですけれど、いきなりちょっと番外という感じになるんですが、災害時には家から何キロも離れたような場所で立ち往生してしまい、歩くしかないという状況になることがあります。体力があるかないかというのが無事にね帰宅できるかどうか、最も重要な要素の一つになるんですね。さらに帰宅用バッグを担いで帰れるかどうかというのも重要なポイントになります。次2つ目、ラジオ。
災害時には通信機器っていうのが非常に重要になります。火災が発生しているとか土砂崩れが起きている地区など、その危険な情報をリアルタイムで収集して、そこを回避して帰らないといけないからです。で、情報収集のためにはラジオを一つ持っておくといいと思います。できればね、手回しで充電できるタイプがおすすめです。あとですね、携帯さえ生きていればなんですけれど、 NHK のラジオアプリラジルラジルっていうやつなんですけれど、これですね。で、これはですね、携帯の充電さえあれば、携帯さえ生きていれば聞くことができるようなので、無料なのでね、アプリを入れておくのもいいと思います。で、次3つ目、携帯電話で、携帯電話は大きい災害の時には使えなくなる可能性っていうのもあるんですけれど、東日本大震災の時にツイッターは動いてたとか、スカイプなら会話ができたっていうような話がたくさんありますね。なので逃げ道つながるアプリがあるかもしれないので、こちらはね持っておいてください。で、私はね一応スカイプを入れてあって、家族と連絡ができるようにしてあります。で、4つ目、大容量バッテリーで、これはねもう常にフル充電の状態で携帯しておきましょうね。あと充電用のコードも忘れずにね。で、5つ目から一気にいきますが、軍手、6個目レインコート、7個目コンパクトなブルーシート、持ち歩けるサイズのブルーシートですね。楽天なんかでコンパクトブルーシートっていう風に検索すると比較的小さいサイズのものが見つかります。で、100均にもねあるかもしれないですね。私はちょっと探したことないので分かんないんですけれど、8個目ロープ、9個目ヘルメット、10個目防塵マスク、11個目防塵ゴーグル。防塵マスクと防塵ゴーグルはね、災害の後は砂ぼこりがひどくなりますので、これも絶対持っておいた方がいいと思います。12個目除菌ウェットティッシュ、13個目サニタイザー、どちらか一つでもいいかもしれないです。で、14個目体拭き、15個目携帯のトイレセット、16個目普通のティッシュ、17個目エマージェンシーシート、これは100均でも買えるそうですね。アルミの体を保温するためのシートです。で、18個目水筒、19個目食料、スナック類ですね。個人的にはプロテインバーと、あとナッツ類、あとは塩分が取れるように塩飴っていうんですかね、塩味のする飴と、あとは喉越しがいいのでゼリー飲料、ビダインゼリーみたいなやつですね。ああいうのがおすすめです。で、20個目飲料水、これはね携帯用の浄水器を持っていれば、なんとかなるかなという感じもしますが、一応ねペットボトルのお水は持っておいた方がいいと思います。で、次21個目北海道、カイロはね季節に応じてでいいと思います。22個目歩きやすい運動靴、これはもう必須ですね。瓦礫の上なんかを歩くこともある可能性があるので、踏み抜き防止のシートを入れておくか、最初から安全靴を購入するでもいいと思うんですけれど、注意点としては普段から履き慣らしておくことですね。災害時にいきなり履いて靴ずれになるとかも本当に辛いと思うので、ある程度は履き慣らして自分の足にねフィットするようにしておいてください。で、次23個目ヘッドランプ、両手が使えた方が絶対いいと思います。なのでヘッドランプをおすすめします。で、24個目、常備薬、必要な方は1週間分ぐらいはね持参しておいた方がよろしいかと思います。25個目ファーストエイドキットで、市販のもので結構優秀かな、で値段もお手頃かなと思ったものが楽天にあったので、こちらは説明欄の方に貼っておきます。ただ自分で作ることもできるので、おそらくね自分で作った方が安上がりかな、トントンかな、どうだろうっていう感じなんですけれど、市販のものを参考にしながら、あとご家族のね体質に合わせていろいろ組み込んでいくっていうのがベストかなと思います。で、26個目、これは女性限定ですけれども生理用品ですね。
でこの生理用品っていうのはいざという時、例えばね怪我をしてしまった場合の止血の時に応用できるので、ぜひね 2,3 個持っておくと便利だと思います。で、最後27個目、これはちょっと番外編、首都圏にお住まいの方限定になるんですけれども、帰宅支援マップ首都圏版というのがあります。でこれ定番で販売されているのが現在ですね首都圏版だけのようでちょっと残念なんですけれど、首都圏ねお住まいの方はぜひ、見てみてください。これはですね避難所とか、あと道路単位で危険な場所が書いてある地図になっていて、徒歩ルートの危険な場所みたいなのも指摘されているっていうね、すごく便利な地図になっているそうです。以上ですね、帰宅用バッグに入れておくと良いもの27個ということで、最後4つ目まとめに入っていきたいと思います。1日24時間あるんですけれど、一般的な、お勤めされている方はだいたいですねざっくり計算すると12時間ぐらい外で過ごしていることになるんですね。でつまり仕事中だったり外出中に被災する可能性っていうのは十分あるっていうことなんです。なのでぜひ一度ご自身で、あるいはご家族で具体的な計画や準備をしていただきたいなと思うんですが、細かい計画を立てる時間がないという方もたくさんいらっしゃると思います。そういう方は先ほどご紹介した27個のうち1つでも2つでもいいので、すぐに準備できそうなものからで構わないので、いつもの通勤カバンやお子さんのカバンに追加していただきたいなと思います。現在ですね非常に災害の多い時代に突入しています。でたった一つのアイテムがあなたの命を救うアイテムになるかもしれません。本当に備えが必要な時代ですので、この動画をきっかけに帰宅用バッグを一度考えてみていただけたらなと思います。ということで今日はこの辺りで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。